こんにちは、なおです。今回は数ある秘伝書の中から特にこれはおすすめしたい、優先的に入手してほしいというものをですね、6個プラスアルファにまとめましたので、そちらを一挙にダダダッと紹介していきたいと思います。詳細に関しては以前個別に作った動画ありますので、そちらの URL を説明欄に貼っておきます。今回はあくまでも簡単な入手方法と、そして使用感、どういった場面で使うとおすすめなのか、こういったところにですね重点を置いて紹介していきたいと思います。なるべく簡単にまとめてみましたので、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。それでは私が厳選するおすすめの秘伝書6個プラスアルファ、早速いってみましょう。まずはじめに紹介するのは大太刀の秘伝書巴吹雪になります。三角ボタン長押しという簡単操作でありながら、気力が尽きるまでひたすら大太刀を振り続けると、その場で振るのではなく前進しながら出せる技なので、下がっていく敵をね追い詰めていくことも可能です。ドロップする敵はマガラ直隆、メインミッションの死山氷河やサブミッション兄弟刀に登場する敵です。マラソンをする際は兄弟刀の方をおすすめします。もちろん百鬼夜行絵巻でマガラ直隆が出現するものをマラソンしても OK です。続いては実際のボス戦にて使用してみたいと思います。お相手はこちら前田利家さんですね。こちらの巴吹雪という技、妖怪相手にも強いんですけれども、進化を発揮するのはやはり人型と戦う時だと思います。敵が多少ガードしていてもガードしていなくてもどんどん押し込めますので、三角ボタンを長押ししているだけなのにガンガンこのように攻めていけると。もちろんね他の武器と組み合わせることでより強くはなると思うんですけども、まだね複雑な操作慣れてないっていう方はこの巴吹雪を取ったら三角ボタン長押し、これだけで人型のボスどんどん押し込めますので、ぜひですね試していただければなと思います。多少逃げてもこのようにねゆっくりではありますが追い詰めていくことできますので安心してください。という感じですね。大太刀の秘伝書巴吹雪を入手した際はぜひ人型のボス相手に使用してみてください。すぐにその効果実感できるかと思います。続いて紹介するのは薙刀鎌の秘伝書武器乱伐輪になります。 DLC 第3弾で追加された薙刀鎌の秘伝書なんですけれども、このように前方に向かって薙刀鎌を飛ばして、さらにその薙刀が戻ってくる時にもダメージを与えるというですね、このように離れた位置からも攻撃できて非常に便利な秘伝書になってます。このように後ろからヒットさせることもできますので、どうやらですねこの人型の敵もあまりガード対応できないところあるんですよね。なので結果このように食らってしまうと。ドロップする敵は盾烏帽子になります。 DLC 第3弾で追加された新しい妖怪ですね。 DLC エリアの大将の侍騎士、メインミッション大将の鬼、もしくはサブミッション伽藍の攻防、この2つで出現します。マラソンするには道中長いので非常に大変かもしれないので、もし可能であるならば百鬼夜行絵巻でこのように盾烏帽子が出現するものを入手して周回するのがいいかなと思います。最後にこの乱伐輪を用いると薙刀鎌の修行ミッションを簡単にクリアできてしまうということをですねちょっと見せていきたいと思います。まずは少しでもダメージ量アップのためにこのカスタマイズで毒をつけます。これはね修行ミッションの王道ですよね。可能であればタイの信用がついた絵巻も装備しておくと修行ミッションは非常に楽になりますので、ぜひおすすめします。これによってね7割以上体力が保たれている状態であれば自動回復してくれますので、さあそれでは乱伐輪を用いた無名の倒し方やっていきたいと思います。と言ってもですねそんな大したことはありません。とにかく無名から距離を取って乱伐輪を当てていくと。なぜこの乱伐輪を用いると無名が簡単に倒せてしまうのかということなんですけども、先ほどから言っている通りこちらの乱伐輪 DLC 第3弾で追加された非常に新しい武器となっております。ですのでこの無名ちゃんはなんとこの乱伐輪という技使うことができないんですよね。で結果薙刀鎌に
遠距離攻撃できる武器ってこの乱伐林しかありませんので、私が一方的に無名のリーチの外から攻撃していけると。といってもね、気を抜いたらね、距離詰められて攻撃当たることもあるので、そこまでねめちゃくちゃ簡単っていうことではありませんが、このようによいしょ、私もねこう話しながら乱伐林打ってるだけで、はい、もうどんどんね HP 減ってきてますね。とね、調子に乗ってるとこのようにダメージ食らうこともありますが、このように距離を取ってブン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 なぎなた鎌を投げているだけで、あっという間にですねむみおちゃんの HP がガンガン削れていくんですね。ですので、もっとね上手い方が使ったら本当にね簡単に完封できるかと思います。私はねむみおに距離詰められて何回かダメージ食らってしまいましたが、当初の予定とは違い完勝ではありませんでしたが、このように乱伐林を使うと無名ちゃんの修行ミッション簡単にクリアすること可能ですので、入手した際はぜひこちらのなぎなた鎌の修行ミッションにて無名ちゃんを相手に無双してみるのもいいかもしれません。続いて紹介するのは刀の秘伝書鞍馬剣舞になります。 DLC 第1弾にて追加された刀の秘伝書で、このようにガードボタンプラス四角ボタンを押すことで5連撃敵に叩き込むことが可能です。ちなみにこれは私がその都度ボタン入力をしているのではなく、ガードボタン四角を押すだけで、あとはねもうコントローラーから手を離してもこのように自動で技が出ます。非常に簡単です。ドロップする敵は源義経、 DLC 第1弾にて追加された敵ですね。メインミッションの陣容総国の果てですとか、サブミッション白人を越えてに登場します。マラソンする際は圧倒的にこのサブミッション白人を越えてをおすすめします。理由はこのミッション入ってすぐに義経と戦うことが可能だからです。当然百鬼夜行絵巻でも入手可能ではありますが、絵巻の場合回数等も限られておりますので、ぜひこの鞍馬剣舞を入手したいっていう方はサブミッション白人を越えてを周回することをおすすめします。せっかくですのでボス相手にも鞍馬剣舞使用してみたいと思います。お相手はこの安助さんですね。この鞍馬剣舞という武器も基本的にはですね、妖怪よりも私としては人型相手に使う方が多いかなと。刀って本当に多彩な武器ありますので、これ一つにねこだわる必要全くありませんが、私みたいにあんまりね複雑な操作できないよっていう人間でも、この鞍馬剣舞であれば簡単にですねこのように連撃を叩き込め、もちろんねその間に敵の攻撃食らってしまうっていう危険性もあるものの、それにしてもですね非常にこの技だけでガンガンダメージ量、そして気力削りもね非常に優秀なので、どんどん攻めていきます。ぜひですね、まだ刀ってそんなに使ったことないよっていう方もこの鞍馬剣舞をですね一度入手して試してみることをお勧めします。本当にねこのね連撃がね癖になります。こちらの鞍馬剣舞ですが、ドロップする相手である義経がねちょっと強敵ですので、周回するのは大変かもしれませんが、その大変な周回するに見合っただけの威力あると思いますので、ぜひ刀好きな方はこちらもお試しください。続いて紹介するのは二刀の秘伝書総刀山です。このように二刀を片手に持ち替えてぐるぐるぐるっと回って敵にですね斬撃をね叩き込んでいく秘伝書になるんですけれども、これ何がすごいって、はいこのようにですね破格のヒット数、そして属性蓄積量なんですね。今見ていただいて分かる通り、今はね麻痺を武器カスタマイズによってつけているんですけども、非常に簡単に相手を属性やられだったりこのように状態異常にすることが可能です。今麻痺ではなく陽属性に変えてみました。はい、どうでしょうか。もちろんね耐性を持った相手には効かないこともあるんですけども、強い耐性さえ持ってなければこのようにですね簡単に相手をやられ状態にしていくことが可能なんですね。操作方法はガードプラス四角ボタンだけですね。非常に簡単。それなのにこの圧倒的ヒット数、妖怪相手だけでなく人型にも非常に便利です。ドロップする敵は藤吉郎、白明編のメインミッション表裏のもてなしや、もしくは
こちら夢路編のメインミッション第5の花見に登場する藤吉郎、どちらでも構いません。ただしどちらもメインミッションということで道中が長くマラソンには向きません。ですのでまだこの総登山持ってないっていう方はぜひですね、藤吉郎が登場するこの百鬼夜行絵巻、こちらを入手して周回するのが最も簡単かなと思われます。続いてこの総登山の蓄積量がどれだけ優秀か、こちらのね修行ミッションで少しお見せしたいと思います。こちらの総登山にはもうすでに毒が付与してあります。はい、このようにですね、ただ当てていくだけで、こちらね仁王の道の修行ミッションになってるんですけども、簡単に、はい、もう毒になりましたね。耐性のない相手であればこのように非常に簡単に毒状態に持っていきます。あとはね、もうお好みに調理していただければ可能なんですけども、逃げるもよし、このね段差を利用してあいつがこっちを攻めてきたらここでね迎撃してやるもよしと。本当はねもっとうまく当ててやるとね、こうおーってね空中に吹っ飛ばすことできるんですけども、今ちょっと失敗しましたね。もしねこの義輝さん相手にちょっと苦戦してるって方いらっしゃったら、総登山の毒カスタム試してみると簡単かもしれません。なんだかんだ逃げ回ってるうちにもうあっという間に義輝さんやられそうですね。あ、今みたいな感じですね。今みたいに段差のあいつが降りてる途中で攻撃当てるとね、あのように吹っ飛ばすこと可能ですので、もしこのエリアで修行ミッションやられる際はぜひ試してみてください。以上で2等の秘伝書総登山の説明を終了にしたいと思います。少しでもこの属性蓄積量の凄さが伝われば幸いです。続いては槍の秘伝書バサラ三段を紹介していきたいと思います。操作方法はガードプラス三角ですね。このようにマックス3連撃が発動できる非常にリーチ、威力、そしてスピードともにですね優秀な秘伝書になっております。ただしこのバサラ三段を最大の威力で発揮するには少し練習が必要になるんですね。バサラ三段の入力タイミングですとか詳細な情報に関しては以前出した動画内でまとめてありますので、ぜひそちらもご覧ください。ドロップする敵は前田利家、白明編のメインミッション滅びの晩鐘の中ボスとして登場する他に、夢路編のサブミッション槍の又座にも登場します。マラソンする際はこちらの槍の又座をガンガン回すのが効率がいいと思われます。もちろん絵巻でも入手は可能です。ここまで紹介してきた技の中では唯一ね慣れが必要なものではあるものの、使っていくうちにどんどんそこら辺は成功率上がっていきますし、仮にね失敗したとしてもそれによってこっちがダメージ受けたりだとかそういったことが起こるわけではないので、もし無事にね入手できた際にはどんどん積極的に使っていってほしいなと思う強力な秘伝書武器です。続いて紹介するのは侍スキルの秘伝書小王山になります。このように L 字をね描いて移動しつつ敵を切る技なんですけども、こちらはなんと侍スキルの秘伝書となっております。 DLC 第2弾で追加された非常にね今までとはちょっとタイプの違ったものになります。侍スキルにセットされておりますので、今私は薙刀鎌を装備しつつ出したんですけれども、どの武器からも出すことができるっていうのはね非常に大きなメリットかなと思うんですよね。威力に関してはそこまで劇的に高いっていうものではないんですが、このようにね非常に移動距離が多くてですね、敵を翻弄するというか敵の攻撃をこのように避けつつ攻撃できるっていうのが非常にね大きなメリットなんですよね。ドロップする敵は源の来光、 DLC 第2弾のエリアである平安京東馬殿、こちらのメインミッション渦中の鈴音、もしくはサブミッション東馬の一頭にて戦うことが可能です。マラソンをする際はメインミッション渦中の鈴音をおすすめします。理由はメインミッションの割に最後のボスである来光の元までたどり着くのが比較的簡単だからです。それではこの小王山どの武器でもセットできるという強みを生かして、こちら先魂の修行ミッションで半蔵さんと戦ってみたいと思います。こちらの小王山は武器カスタマイズで何かセットしてあげることできませんので、そこだけ注意してください。
さあそれでは半蔵さん相手に小王山で戦っていってみたいと思います。なぜこの小王山が修行ミッションに向いているのか、これは先ほども言った通りどの武器でも扱えるっていうのが一つと、もう一つですね、この修行ミッションに登場するボスたちって非常に素早い動きしてくる人多いんですけども、この小王山であれば時間はね多少かかるかもしれませんが、敵の攻撃を回避しつつこのように一方的に攻撃当てていけるんですよね。この先魂の半蔵さん、いろんな修行ミッションの中でも非常にね素早い相手だとは思うんですけれども、このようにですね比較的安全に敵を翻弄しつつダメージを与えていきます。私はね今これもうずーっと喋りながら本当に小王山だけ出してるだけで、画面的にはねちょっとあまり面白みがないかもしれませんがご了承ください。さあ山場のようだって言ってますね。私は先ほどから小王山しか使ってないんですが、半蔵さんどうでしょう。このね一流忍者さえも翻弄するこの秀の字の動き。さああと少しですね、なんだかんだで、私の方もねダメージ食らわないよと言いつつちょっと食らってるところもありますが、はいこれで終了と。以上簡単ではありますが侍スキルの秘伝書小王山の紹介を終わりにしたいと思います。ドロップする敵がライコーさんなので少しね倒すの大変かもしれませんが、ぜひ落とした際は修行ミッション等で活躍させてみてください。以上で秘伝書6つ紹介終わったんですけれども、最後にですねどうしても紹介したいのが残ってるんですね。それ何かと言いますと、刀2刀そして大太刀にのみ存在する秘伝書になるんですけれども、刀の交流画、2刀の交流層、そして最後に大太刀の交流角になります。揚力をめちゃめちゃ吸収できる組み打ち技っていう形なんですね。ここはね修行場で常に揚力がマックス状態なので少し分かりづらいかと思いますので、実際のねメインミッション等でお見せしたいと思います。ちなみにドロップする敵は斎藤義達、飛翔編のメインミッションうつろなる魔女や暗影編のサブミッション戻れぬ岐路にて戦うことが可能です。マラソンをする際はこちらのサブミッション戻れぬ岐路、これをおすすめします。理由は入るとすぐに斎藤義達と戦えるからです。もちろんですが絵巻に登場する斎藤義達を倒しても可能です。せっかくですのでこちら戻れぬ岐路で斎藤義達さんを相手に実際にね交流角を使ってみましょう。もちろん刀でも二刀でも OK なんですが、今回ね私大太刀で挑みたいと思います。まずはね気力切れ状態にしないといけませんので、このようにね、早速私が使う前に相手に使われてしまいましたね。今ねこれ私が食らったの、これは2刀で食らったので、交流層ですね。ありがとうございます吉達さん。私がね説明する前にまさか使ってきてくれるとは。はい、気力切れにしたら刺します。はい、今私の揚力量が一気にドカンと増えたのが分かりましたでしょうか。このようにですね通常の組み打ちとは比較にならないほど揚力吸収できますので、ぜひおすすめです。もう一回やりましょう。はい、はい、揚力増えましたね。一つ注意点としてはね、今ご覧になっていただいて分かる通り刺すまでに若干のですねタイムラグというか、こう溜めて大太刀だとか刀だとか二刀を差し込むので、その隙にですね逃げられることもあります。そこら辺ね、なので気力切れになったらすかさず三角ボタンを押して組み打ちにね入っていく必要があるので、そこだけね少し注意してみてください。さあ最後ですね、ザクッとダメージ量はまあそうでもありませんが非常に多くの揚力を吸収できると、こういった少し変わった秘伝書になっております。刀2刀そして大太刀にのみ限定されてはしまうものの非常に優秀な秘伝書になってますので、ぜひ今戦った斎藤義達さんをですねガンガン倒してドロップさせてみるのいいかもしれません。妖怪技が大好きな方にはもってこいの秘伝書になっております。以上私がおすすめしたい秘伝書6選プラスアルファの紹介でした。
もちろんこれ以外にもたくさんの秘伝書ありますので、ぜひですね、ご自身に気に入ったものを見つけていただけたらなと思います。今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。